あら、バレてたのね。まあね。説明？何を？ふーん、なかなか面白いわね。で、私をどうする気かしら？どうしたい？ふーん。ねえ、それよりも一つだけ質問していいかしら？あなたってあの新田健介よね？ふーん。ちょっと、何一人で笑ってるのよ。笑ってたわ。一人でニヤニヤって。気持ち悪くはないけれど、気味が悪かったわね。私に？ふーん。ふん。
ええ、そうよ。あなたとの会話に飽きたの。つまんないんだもの。調子に乗りすぎ。そうでもないけど。ふん。なんかムカつくな。まあいいでしょう。付き合ってあげる。そうね。ほぼ正解よ。なかなかやるわね、健介ちゃん。なかなか鋭いわね。いや、あなたが鋭いんじゃなくて、あなたの家臣が抜け目ないのかしら。聞きたいことなんて分かってるわよ。どうして私が人に戻れたのか、その方法が気になるんでしょ。いつからね。いつからだと思う？ふん。考えることを放棄してる？そっかそっか。気になる？なら特別に教えてあげましょう。北条家の当主は代々六十黄金と刻まれたコインを使うのだけれど、その六十黄金はもう一つ、当主の魂にも刻まれるの。その能力は回復。風邪ぐらいなら一時も経たずに治ってしまうほど強力な力よ。もちろん。そういうことよ。そして六十黄金の力で人に戻ったのが、小田原で牢を抜け出したあの時よ。おぼろと同様、ちゃんと鬼になっていたわ。まあ一日あれば回復できたでしょうけど、姫野が六十黄金ごと封印しちゃってね。六十黄金で回復したってわけ。ただ鬼と同化していた時間が長かったから、変な力が身についちゃったのよね。鬼と会話できるようになっちゃったの。なかなか楽しいでしょ。まあ会話といっても、なんて言ってるのかわかるって程度だけどね。意思疎通はできないわよ。
そんなの簡単。獣は自分より強いものに従うってだけ。だから私はあいつらを脅して刺激してたの。そう、あいつらの基本は弱肉強食。強いやつが正義、弱いやつはただの食料。だからあいつらより強い私は鬼を刺激できた。そういうことよ。力ね。こんなものただの呪いよ。相模や伊豆をぶんどった総雲庵宗瑞が自己嫌悪をごまかすために見た夢、その夢を実現するため自分にかけたただの呪い。それが六十黄音という余字に込められて子々孫々受け継がれていく旗迷惑な呪いでしかないのよ。どうしてそう思うのかしら。ねえ、私どうなるのかしら。でもきっといざよいは連合に組みすることを選択したのよね。へえ、それはまたどうして？ごまかさないでちゃんと答えなさい。でもそれはあなたとの約束を裏切ることになるんじゃない？なるほどね。決めた。隠居よ、隠居。北条家当主から隠居してあなたの枕友達になるの。いい考えでしょ？子作り三昧？どうしてって単に興味が湧いたから？バカみたいに真面目でバカみたいに弱いのにバカみたいに強くあろうとしている、そんなバカに興味があるの。ほら正当な理由でしょ。さあそうと決まったら早速枕を共に。いらないわよそんなの。だって私がいない間でも
いざよいは当主代理としてちゃんとやれていたもの。この流れがあればいざよいは正式な当主として認められるでしょなら隠居するなら今しかないの。昨夜よ昨夜、北条昨夜。いざよいを鍛えてくれたご褒美よ、北条昨夜の体、あなたにあげる。ちょっと、いつまでグダグダ言ってるの？男らしくないな。それでも新田健介なの？当然でしょ。7人産んだ体だけどまだまだ現役なんだから。若い子にはできないことたくさんしてくれていいのよ。聞けないお願いね。ほら楽しみましょう、健介ちゃん。